介です。今回ね、私が撮影しているのはね、火星なんですけれどね、皆さんご存知の通り、火星はね、2年2、3ヶ月ぐらいの周期で接近します。で、今回はね、大接近ではないんですけれどね、大接近に次ぐぐらいのね、大きさで接近する準大接近となります。で、特にね、見える方角がね、前回のね、大接近の時に比べてね、結構高い位置にね、見れるので、観測するのにはね、なかなか好条件となっております。季節柄もいいですしね、10月ですからね、まだあまり気流もね、悪くならない頃ではあります。さてね、じゃあその火星を見るのにね、どんな望遠鏡がいいかっていうのを今回ね、お話ししようとすればね、私がね、おすすめするのはね、こういったね、マクストフ火星グレンっていう望遠鏡ですね。これね、最近出たアクターっていうね、メーカーからね、出されているマクシー60、サイトロンからね、販売されています。これでね、土星とね、木星見たんですけれどね、むっちゃくちゃいいですね。初めはね、おもちゃかと思ったんですけれど、まあおもちゃとは思ってないや。初めはね、そこまでね、見えないかなとは思ったんですけれどね、それがまたもうこの見た目とはね、逆の意味で裏切られる、本当にシャープな土星や木星が見られました。私がね見た時はね、そこまでね条件が良くなかったのでね、カシーノ溝だとかね、あと木星のフェイストーンとかそういったものはね見れなかったんですけれど、条件が良かったらね、ひょっとしたら見られるかもしれないです。ですのでね、結構これは小さくてもおすすめです。特にね、小学校のお子さんとかがいる場合はこれ大変いいかなと思います。あとはね、大人の初心者向け望遠鏡で紹介させていただいた MAK127 ですね。Mac127 と読むかもしれませんってね、毎回同じこと言ってますけど、結局まだその謎はつかめていませんが、これもね、マックストフ火星グレン式の望遠鏡です。さっきのね、マクシーと比べるとね、だいぶね、大きいですよね。予算がね、許せる場合はね、やっぱこれぐらいのね、望遠鏡をね、私はね、推したいと思います。本当にね、光景がね、これだけあるとね、かなり詳細なね、模様までね、見れますよ。もちろんね、もうこれまでね、買えばね、もう土星のカシニの溝だとかね、木星のフェイストーンだとかね、そういったところの観察はね、楽勝です。非常にこれはおすすめします。でね、私が持ってる、一番大きい望遠鏡って言えば、この高橋のミューロン 180C。これはね、マクストフ火星グレンではないんですけれどね、同じ火星グレンのね、仲間のドールカーカム式の望遠鏡ですね。これはね、私の動画ではね、よく出てきているものだと思いますけれど、本格的にね、惑星の観察をしたいっていう方はね、ちょっとね、お値段は張るんですけれどね、ぜひ検討の中の一つに入れてもいい望遠鏡だと思います。高橋の割にはね、安いですしね、あんまりね、買った時にね、付属品あれこれね、買う必要もなく、ファインダーもついてますしね、ありがたもついてますので、そんなにね、追加でいろいろ買う必要はないかと思います。ただね、やっぱり課題は必要ですね。結構ね、これ6キロぐらいありますからね、それなりに支える課題は必要です。ではね、じゃあこれを使ってどうやって撮影するかっていうのをね、ちょっとね、説明したいと思います。はい、このようにね、セッティングします。惑星をね、撮影するためにはね、高倍率でね、撮影する必要がありますので、やっぱりね、手動で追ってたらね、撮影にね、集中できません。ですので、こうしたね、携帯型のでもいいので、自動で惑星をね、追える課題が必要です。これはね、AZGTI という課題です。自動導入のね、経緯台ですが、私的にはね、これがね、非常にね、いいなと思ってます。で、あとはね、撮影するためのカメラですね。これはね、もうね、多くの人が使っている赤い缶詰、通称ね、赤缶って言われてるようなやつなんですけれど、ZWO 社のね、ASI224MC。私はね、この型を使ってますがね、他にもね、いろいろ種類ありますので、いろいろね、比較されてみてはいかがでしょうか。でね、あとここについているのがね、バローレンズ。これね、焦点距離が 1500mm あるんですけれどね、だいたいね、惑星、特にね、火星はね、明るいのでね、F 値をね、40ぐらいにしてもね、十分、撮影できますが、1500mm だとね、ちょっと明るすぎますので、明るさよりもね、倍率重視で、よりね、高解像度を狙って撮影したいがために、先ほどのね、バローレンズを組み込んでます。で、これはね、CMOS カメラなので、特にね、何もないですよね、モニターとか。モニターに関して、モニターとかね、シャッターのね、ボタンとかに関してはね、このね、パソコンを使って操作するってことですね。ではね、最後にね、私がね、1個紹介したいものがあります。それはね、これ。コールマンのね、35リッターのね、バックパックですね。これね、防水仕様のものになってます。これね、コールマンの店で見つけてきたんですけれどね、この色はね、なぜか6000円で売ってました。
ネットで買うとね1万2000円ぐらいのものもあるのでね、一番安いのでもいいかなと思います。色にこだわらなければ。ではねこれ開けますよ。実はねここにあるねシステムがね全部ね入っちゃいます。とね緩衝材についてはね各自ねちょっと工夫していただきたいんですが、まずね強灯を入れますね。まずね強灯が入りました。では次三脚。三脚はね耐荷重が 8kg ぐらいのねものを用意してください。4段式のね三脚であればねこのねバックパックの中に入っちゃいます。ほら入りましたね。ではその次携帯。携帯もね非常にねコンパクトなので、ほらバックパックの中にね入っちゃいました。はい、その次ねアイピースだとかね、あとはカメラ、あとは天頂プリズムとかね、こういったものを一つのね箱とかに入れて、でこのようにね収めます。あと忘れちゃいけないのがねパソコンですね。パソコンがないとね撮影ができませんので、パソコンを中に入れます。あとはマウスもねちゃんとね持ってきたいですよね。で懐中電灯だとかね、あとはこういった六角類だとか入れて、マウスをね先ほどのマウスを入れて、あとはねケーブルも入れましょうね。ケーブル入れて、あと忘れてましたファインダーも入れましょう。ファインダー入れますね。はい、どうでしょう。先ほどのねシステムがね一つのねバッグでね入りました。はい、ということでね、今までね徒歩や自転車、電車だからといって本格的なね機材をね積み込むのね諦めていませんでしたか？このねコールマンのね35リッターのねバックパックがあればね、先ほどのねシステムをね全部積み込みます。パソコンまでね入れちゃいますのでね、惑星のね撮影にももちろんねもうちょっと大きい CCD を使えばね星夜撮影とかも楽しめちゃいますので、車をねまだ持ってないっていう方もねこのようにね工夫次第ではねバックパック一つに収まりますのでね、こういうね大きめのバックパック、特にねこれ防水性能があります。こういったものをご検討されてはいかがでしょうか。